Fusion 360は 3D モデリングソフトの中でよく使われている製品です。当方でも Fusion 360で様々なものを作ってきました。Fusion 360にはスクリプトの機能があります。Python でプログラムを作って Fusion 360の様々な操作を自動化することができます。このスクリプトの基本的な作り方についてシリーズで解説していきたいと思います。第1回として開発環境の準備とスクリプトの新規作成の手順を紹介します。Fusion 360のスクリプト開発では、エディタとしてマイクロソフトのビジュアルスタジオコードを利用します。そこで、ビジュアルスタジオコードのサイトに接続し、インストーラーをダウンロードしてインストールします。初めて起動した時点では、メニューなどが英語になっています。日本語の言語パックについてメッセージが表示されますので、インストールして再起動をクリックして日本語化します。これで、ビジュアルスタジオコードのメニューなどが日本語化されます。スクリプトを作成するには、まず、ツールバーのユーティリティをクリックします。その中の、アドインのアイコンをクリックします。スクリプトとアドインのダイアログボックスが開きます。その中の作成ボタンをクリックします。スクリプトまたはアドインを新規作成のダイアログボックスが開きます。新規作成の箇所でスクリプトをオンにします。プログラミング言語の箇所で Python をオンにします。スクリプト名またはアドイン名の欄にスクリプトの名前を決めて入力します。説明の欄にスクリプトの内容の説明文を入力します。作成者の欄にご自分の名前を入力します。フォルダの場所の箇所でスクリプトの保存先のフォルダを指定します。点々点のボタンをクリックすると、フォルダを選択するダイアログボックスが開きます。ここまでの設定を終えたら、作成ボタンをクリックして、スクリプトを作成します。作成が終わると、スクリプトとアドインのダイアログボックスに戻り、マイスクリプトの一覧に作成したスクリプトが表示されます。そのスクリプトを選択し、実行ボタンをクリックすると、スクリプトを実行することができます。新規作成したばかりのスクリプトは、実行すると、画面にメッセージが表示されるようになっています。また、スクリプトを選択して、編集ボタンをクリックすると、ビジュアルスタジオコードが起動して、スクリプトのソースコードを編集できる状態になります。なお、このフォルダー内のファイルの作成者を信頼しますかのメッセージが表示された場合は、はい、作成者を信頼しますのボタンをクリックします。新規作成した時点のスクリプトは、こちらのようになっています。この内容を解説します。最初に、インポート文で、Fusion 360の各種のモジュールをインポートします。欄関数は、スクリプトの本体にあたります。変数 UI を宣言しておきます。Fusion 360のアプリケーションオブジェクトを取得します。アプリケーションオブジェクトは、Fusion 360のオブジェクトモデルで最上位に位置するオブジェクトです。各種のオブジェクトは、アプリケーションオブジェクトを起点にして取得します。アプリケーションオブジェクトのユーザーインターフェースプロパティからユーザーインターフェースオブジェクトを取得して変数 UI に割り当てます。ユーザーインターフェースオブジェクトは Fusion 360のユーザーインターフェースに関係するものです。ユーザーインターフェースオブジェクトのメッセージボックスメソッドを実行してHello スクリプトのメッセージボックスを表示します。例外発生時の処理です。ユーザーインターフェースオブジェクトのメッセージボックスメソッドを使ってエラーメッセージを表示するようにしています。
次回は、スケッチを作成して、直線で図形を描く手順を解説します。例えば、こちらのようなスクリプトを実行するとします。その結果は、こちらの画面のようになります。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。